トリートスナップ2月号。はい。はい。今回はですね、なんかせっかくだからテーマで設けてみようかなとかって思ってて、はい。特に意味があったわけじゃないんだけど、はい。テーマをおじさんにしてみました。おじさん。はい。興味深いですね、僕は。でしょ。はい。1ヶ月くらいずっとおじさんのことを考えてたの。はい。すごいの引き当てたよ、私。日本を代表するかっこいいおじさんに引き当ててしまいましたよ。こちらですね、ジオラモさんですね、はい、と中村さんという、はい、ライターの方がいらっしゃるんですけども、はい、かっこいいんですよ。かっこいいんですよ。と、坪内さんっていうお靴のデザイナーさんがいるんですけど、またこれもホット踊りを自転車でこうシャーって走ってたら、あってなってちょっとみたいな。気になったポイントは、ジオラモさんはまずトラッドがあるじゃない、はい、トラッドの中の遊び心が本当にスペシャルだな。中のジャケットだったりとか崩し方だったりとか、これちょっと挟んでるところとかうまーみたいな。でもそれを多分頑張ってやってんじゃなくて、朝適当に合わせただけでモーサになったっていうこの仕上がりがいいのと、ジオラモさん近くに行ったら色気すごかった。中村さんはあやちゃんいるじゃないですか、アートイズマーケットの、はい、あやちゃんがかっこいい人いるよって言って紹介してくれて、でせっかくだから事務所に行きましょうってなって事務所をお伺いして 2,3 時間ずっとお話ししてたんだけど、惚れるね惚れるね。しかも聞いて、柔道8段中村さん、すごくない？柔道をやってるんですね。そう、8段なんて誰も取れないよ。すごいな、ギャップっすね。ギャップ。坪内さんのこのさ、こなれどうなん？こなれ、しかも坪内さんかっこいいポーズ取ってんだけど、私何も言ってないからね。ここに立ってくださいだけしか言ってないからね。なのにさですよ。でここのシワの感じとかも本当ひどくない？ひどくないってないです。すごくかっこよくない？かっこいいですね。だからこういうの見ると何着てるかっていうのは気になりますよね。でしょ。早速見ましょう。見ましょう。皆さんティッシュティッシュ置いといてくださいね。なんで泣くんすか？泣くかもしれない。もしくは鼻血が出る可能性もありますから、鼻セレブを隣に用意しながら見てください。どうぞ。ジローラモです。ジローラモさんです。仕事は恋泥棒です。恋泥棒。今ちょうどちょっと待って、アートイズに来てるんですけども、はい、着てるものを聞きたくって、コートはどこの？コートは書いてあった。まだタグがついてる。すげえ。なんて書いてある？26万。ガブリエルパッシーニ。ガブリエル・パッシーニでございます。知らないですね。でこの中のねジャケットもすごい。これもそうです。同じ。これ同じデザイナーさん。おしゃれ。で、あら、カーディガンの下がそのままシャツってやつですね。このシャツは前僕が作ったやつで遊びで。超可愛いじゃないですか、ボタンとか。自分でも洋服作ってるの？ジオラモさん。たまに T シャツだけですね。真珠。やだ、真珠かっこいい。でも真珠ちょっとだけ見せればいいです。そうね、パラッと見えるのがね、可愛いよね。あとはこのパンツ可愛いです。このパンツ可愛い。どこのだろう。これはどこの？これはマッシミニというのは日本にあんまりないですね。それは昔ディスクウェアのデザイナーだった。だからちょっとディスクウェアっぽい。ちょっとディスクっぽい。ベルトじゃない、デューブだけデニムだったよ。ほら、本当だ。こういうちっちゃいところ超かっこいいじゃないですか。で靴がゴールデングースですね。なんなら私これお揃いで同じもの持ってます。じゃあさ、ジオラモさんがファッション好きになったきっかけって何かあるの？お父さんもすごいかっこよかったですけど、いつも洋服テーラー作ってて、やっぱりお父さんの影響だったから。お父さんなんだ。あとはその遊び心、組み合わせすること。だから全部僕クラシックです。クラシック見えない。これクラシック。確かに。これもクラシック。ベースはクラシックででも遊ぶみたいな。これはクラシック。僕はスーツ大好き。イタリアのスーツ。だからスーツとして着るじゃなくて、スーツを崩すのは大好きです。でもしてそうな感じが。だからできれば高いジャケット着て、その中でミックスして、高くないものも入れる。まさに今の感じだね。これ6000円なの。だけどやりすぎるも良くないから、ちょっとミックス。っていうのは若い人をぶってるとかっこ悪いです。
かっこいい。そう、かっこいいおじさんってどんなおじさんなの、ジオラモさん。自分で楽しんで洋服着ること、別に見られることじゃない。見られることじゃない。あとは笑顔、心ケア、自分のケア。そしてジオラモさんどうしていつもこう片手を上げているの？疲れてる。ジム帰り。ジム帰り。じゃあありがとうございました。じゃあね。今ですね、ダンディの事務所に来てるんですけども、洋服を選ばせてくれるということでですね、なんかこんなことあんのかなって思っております。何を着てもいいらしいですよ。どうしようかな。銀座のテーラーで、羊屋さんっていうテーラーで、かわいい。でオーダーで何着くらい、10着くらい作ったかな。へー。はい、じゃあ改めて名前と職業を教えてください。はい、中村貴則です。です。職業がコラムニストです。です。今日着てるものは1920年代から30年代にかけて作られた、ドーメルっていう会社の生地なんですけど、スポルテックスっていう、当時大ヒットしたらしい生地、初めて生地に名前付けたっていう詩的な生地で、たまたま青山にこのドーメルのブティックがあって、そこにお邪魔した時にそのデッドストックの昔の生地がディスプレイで飾ってあったんですよ。スーツに仕立ててもらったってことは100年前の生地がこのクオリティってことですよね。そうです。すごくない？もともとなんかスポルテックスってスポーツが語源なので、これで多分ゴルフしたりとかそういうスポーツウェア用の生地だったんですって。だから割と耐久性もあって、もうこれ15年ぐらい前に作ってたまに着てるんですけど。でもすごい物持ちいいですよね。はい、そしてシャツは？シャツはこれイギリスのターンブル・アッサーっていう、すごい私のすごいトラディショナルな生地ブランドで、自分はなんかここのターンブル・アッサーのシャツがすごくなんか自分には合ってるなっていう感じで、シャツはほぼほぼこのイギリスのターンブル・アッサーのシャツ着ることが多いですね。ネクタイはね、ちょっとブランド名忘れたんですけど、これちょっとイタリアのこれもなんか古着です。チーフはこれもターンブル・アッサーのチーフで、どっかの古着屋さんで多分買ったと思うんですけど。そして時計と指輪はどこでしょう？時計はこの間インドに行ってムンバイで、これインドの時計なんですよ。これ80年代とか70年代のデッドストックをインドで見つけて、手巻きで。かっこよ。指輪はミャンマーで、ミャンマーのお土産屋さんで見つけた。本当にミックスだね。すごい。じゃあですね、中村さんがファッション好きになったきっかけ。高校生ぐらいの時に、DC ブランドブームっていうのが、ちょうどそういう時代で80年代の中盤ぐらいですかね。いわゆるデザイナーズファッションがすごくブームになりまして、それですごく自分も興味を持つようになり、やっぱりでもね、ちょっとテーラードスタイルっていうのがすごい好きで、ちょうどブルーノート東京が東京にできたんですよ。で、当時だからジャズとかすごい好きで、ブルーノートにみんなでスーツで行こうぜと。大学生がやだー混ぜてる。すごい混ぜてました。いいでもいいですね。それが今を作ってるっていうことですね。この間も YouTube 見てたんだけど、古着じゃないですか。で、自分もすごい古着がすごい好きで、京都の古着屋のバージョンを直近で僕見てて、本水さんかな。面白いなと思って。じゃあ中村さん、今度あれですか、古着屋さん巡りとか一緒にします？一緒に行きましょう。ぜひお願いします。ありがとうございます。坪内博です。靴のデザインを、やっております。今日こんな感じの服なんですけども、じゃあ着てるものを聞きたいんですけども、まずじゃあかっこいいスカーフは？スカーフどこのか知らないんですよ。なんかバンダナみたいな。昔に買ってバナナの、シルクのですけど。綺麗。でインナーは？インナーはこれはユニクロ。坪内さんもユニクロ着るの？じゃあコートは？コートはサイです。サイ、なるほど。でパンツは？パンツはこれはエムズブラック。エムズブラック。バッグもよく知らない。
適当に買ったやつ。ミリタリーなんだ。そう、私ね、今ね、最近かっこいいおじさんを撮ってるんだけど、かっこいいおじさんってどうやったらなれるの？洋服は好きなので気にはしてるっていうか、プラスチックなものベースだけど、あんまりプラスチックすぎるのは自分ではつまらないと思ってるので、やっぱりデザインされたもののなんかこう中間みたいな感じのものとか、中間デザインしすぎてもなくモードとプラスチックの中間ぐらいが自分の位置かなというように、普通のデザインもそうなんですけど、そういうファッションに気をつけていることこそがかっこいいおじさんになる秘訣の第一歩。あとはまあ僕も姿勢はいい方じゃないけど、やっぱりきちっとした姿勢を、そう姿勢いいよ、歩き方に気をつけるとか、まあ、そういうことも極めて大事なことだとは思うんですけど、姿勢と洋服ですね。本当会えてよかった、はい、じゃあねじゃあね、またね。恋泥棒って言いたいですよね。言いたいよ、それさらっと言えますあなた、ね、絶対ちょっと真似すると焼け出しそうなんでちょっと危ないけどね言いたいなってこん思って、な息するようにそんなこと言うんやって思ってさすがっすね。で私ねこう1ヶ月くらいずっとじゃあおじさん撮ろうとかっこいいおじさんを撮ろうと思ったら、じゃあかっこいいおじさんってなんだろうみたいなことを考えてたの、だから結構自分の中でもぼんやりしたから、で考えたんですけど、おじさんって一括りの中でも2種類あるんですよ。お兄さんおじさんとおじさんっていうのが2種類あるんですよ。お兄さんおじさんとおじさん、あ、単なるおじさんっていうことですね。お兄さんとおじさんの間にもう一紙あるんですよ、これがお兄さんおじさん、お兄さんおじさん、そうどういう定義かというと、お兄さんって言っちゃうには下駄履かさせてる感じするな、でもおじさんっていうほどでもないしなっていう存在が、私はお兄さんおじさんと名付けまして、案外今世の中は皆さんが大きくおじさんって思っている人の8割はお兄さんおじさんなんですよ。わかります。そうだからピュア 100% おじさん見つけるとしたら残りの2割なんですよ、難しい大変。お兄さんおじさんじゃダメなんですか？なんかね、お兄さんおじさんだとちょっとまだお兄さん残ってるなとか、あとはお兄さん引きずってるなとか。なるほど。引きずってるって言われるとちょっとぐさっとくるな。でしょそれは何かっていうと若さを引きずりたいんですよ。そうですね、それは僕もあります。そう、なんか人間だからこう年老いていくにしたら体力だったり気力だったり、レデュースしていくのは避けられないじゃないですか、避けられたくないけど避けたいから頑張るわけじゃないですか、その頑張りがお兄さんでいたいという気持ちなんですよ、それをしっかり諦めてまあいっかって自分で自分を受け入れられるようになった時におじさんピュアは爆誕するんですよ。諦められる余裕というか、そう諦めても自分は自分っていう確固たる自信がついた時におじさん、お兄さんを、卒業できる、さようならお兄さんと、残りの 0.1 割もいりませんと、僕は 100% ピュアおじさんでも、ありのままでも、自分に対してコンフィデンシャルっていうか、豊かな気持ちになっている、っていう認められたからこそ新しい時代が始まるわけです。それがおじさん。おじさんね。次のおじさんの話してもいい？はい、いいですよ。はい、次は、アーティスティックおじさんかな。アーティスティックおじさん。はいはい。こちらです。山崎くんと石ちゃんって石井雄一さんというアートディレクターの方ですね。山崎くんはアンチっていうブランドをずっとやってたんですけども、十何年以上私会うたびに撮らせてもらってるかっこいいんですけど、こういう彼ですね。何年かぶりかな、れいちゃんおいでみたいな感じで展示会やるからみたいな感じで言われて、行こうって持って行ったらかっこいいおじさんが爆誕してたんですよ。久しぶりに会うと、お兄さんおじさんじゃないですか、山崎さん。100% おじさんですよ。そうなの？そうなの？この顔見てくださいよ。いや、そうなんですか。まだまだ若いし。若いよ。ただ、歩んできた道のりが簡単な道ではなかったと思うんですよ。そうでしょうね。道なき道を行く人だから、それが顔に現れているっていうのがすごいな。100% おじさん。石井さんは？ちょっと前は石ちゃんはお兄さんおじさんだったの。あともうワンプッシュするなら、ファッション好きだけどそこまでこう飛ばしてないというか、どちらかっていうとちょっと裏方気質っていうのかな、な感じの人で、表にバンって出る感じではなかったのに、かっこよくなる瞬間があって、その後からめちゃめちゃ石ちゃんかっこよくなった。なるほど。ちょっとターニングポイントがあったってことですね。そう。じゃあ見ましょうか。見ましょう。見てください。
山崎亮太、アンチデザイナー服飾芸術家です。今日はなんか展示会ですね。久々に来ましたが、ものすごい熱量でございました。で、早速なんですけど、着てるもの着たいんだけども、どんな感じでしょうか。僕自身が、石で叩いて作ったアンチのフーディーとギャルソンのプリスのスカートと合わせて、ブーツもプリスのブーツ、そしてレッグカバー全部パッチワーク、タータンを全部手縫いのパッチワークで作った。これレッグカバーなんだ。かっこいい。じゃあ、でアンチなんですけれども、きっかけはなんで始めようと思ったの？僕はもうファッションが好きで仕方なかったんですけど、自分でやるしかないなみたいな。デザイナーになるしかないなみたいな。なんか自分で作るしかない、表現するしかないって思ったのがこういう表現の仕方だったっていう感じです。なるほど。こういう感じのすごい反戦とかハッピーな感じだけど、パンクな感じってのはもともとその方向性でいこうみたいな感じなの？それとももう内面にあるものをずっと打ち出してる、ぶつけてるっていう感じの制作の仕方ですね。ここが結果こうなったみたいな感じ。あとこれとかだね。これだっけ？これが太郎賞に入選したコートですね。何年もかけて手縫いで作ったコートで、山田君がファッション好きになったきっかけは？ファッション好きになったのは兄の影響ですね。兄がスケーターでスケーターファッションみたいなのをしてて、それを真似出したのがでもそれが何歳くらい？中学生ぐらいですよね。最初じゃあスケーターの格好してたの？山田君が？アンチってちなみにさ、お店だったらどこで見られるの？今はコムデ・ギャルソンのトレーディングミュージアムで、アンチのディフュージョンラインのものと、アートピースも少し展示が予定されてます。そこら辺が一番よく見れるかもね。あとは地方のセレクトショップさんとかかな。そうですね。いやもうなんか山田君ちょっと久々に会ってこんだけ進化してこんなかっこよくなってると思わなかったから胸熱でした。ありがとうございます。じゃあね名前は石井雄一です。職業はアートディレクター兼デザイナー、グラフィックデザインしてます。映画のパンフレットとかおしゃれな映画だなと思う大抵石ちゃんがやっております。ありがとうございます。で今日着てるものなんですけども、このトップスはトップス MSGM ですね。で中の馬、これ馬柄のニットが、プランクプロジェクト。で、シャツは？シャツも MSGM。石ちゃんなんか MSG の多い気がするわ私。ねえ。でキラキラしたパンツは？これはポストエレガント。ポストエレガントで、羊は？羊ダブレットです。ダブレット。石ちゃんがファッションを好きになったきっかけは何でしょう？きっかけはコロナの時期にあったジェルネイル。今ちょっと肌のあれでやってないんですけど、その指先のなんか華やかさからなんか勇気をもらってファッションも楽しく転換していた時期がすごく覚えてます。ここだけなんかすごいキラキラ幸せなムードが漂ってて、ファッションもちゃんと伴わないとちょっと中身と全ておかしくなるなと思って。確かに爪だけ綺麗で洋服普通だったらなんか変かなみたいな。だけになっちゃうんですけど、単なるネイル好きじゃなくてあくまでスタイルのファッション好きっていうことにするには何だろうなと思ってからその服装も模索しだしたっていうのがちょうどコロナの時期。なんかすごい柄かける柄とかカラフルなものとかすごい着てる印象があるもの。ありがとうございます。100% ピュアおじさんは2割くらいしかいないって話したでしょ。まだ言うんですか？そう、私ちょっと話して私の1ヶ月の研究成果を聞いて。別で撮ろうよもうはい、何ですか？ピュア 100% おじさんが爆誕しましたと、2割がね、ようやくできました。その中でも、かっこいいおじさんとそうじゃないおじさんがいるんですよ。で、かっこいいおじさんとはじゃあ何ぞやという中で、私の中では3つの定義があるんです。顔、体、センスなんですよ。顔はまだそれこそ山崎君とか石ちゃんみたいに生き様が顔に現れている。それかっこいいとかかっこ悪いというよりも、人としての深みが出た顔。体は服が似合う体が大事。でセンスはもちろんですよね。センスがないとフォトジェニックじゃないから撮れないっていう、この3つが大事なんですよ。で 100% ピュアかつこの3つの神器を備えたおじさんを探すとなると、もう砂浜で
ダイヤを拾うようなもの。難しい。そうなんですか。難しいのよ。ホワイトボードかなんかに書いて説明してくださいよ。本当中田あっちゃんになって説明したいくらいに買ってカメラ置いとくからもう一人でやってくださいよもう。まあいいわ。まあいいわ。私の成果をもっともっと見たいちょっと。もっと言いましょう。はい。もっと見ます。これはみんなご存知ですよ。はい、金様で金ちゃん最近さずっと古着づいてたんだけど、はい、ブランドにも最近ちょっと目を向けてるらしいですよ、だからちょっとファッションターニングポイント変わるんちゃうかなと私は思っております。金原博和です。ブランドのディレクターをやってます。2つ、はい、プリンクルプリンクルプリンクルとインディアイズビューティフルです。早速なんですけど金様、はい、今日の服なんですけど、はい、バンダナはこれはヴィンテージです。ヴィンテージです。結構お気に入りですね。最近よく着てるよね。つけてる。で、そう今回はここですよね。いいと思ったポイント。すごいニットオンニットなんですけど、どうなってるんですか？なんか皆さんも多分気になってるのカラーリング、それをなんか僕的には次シーズン含めてちょっとニットとか同じ質感で、ブラウスとかの同じコットンの素材でレイヤーするカラーリングもいいと思うんですけど、とりあえず今はまだ冬ですしね、なんかニットでこうやってカラーリングレイヤーすると質感とかめっちゃ面白いんじゃないかなと思って。すごい、この色合わせ超いいよ。やっております。一番下に着たニットはどこのなの？一番下に着てるのとこの赤いやつがトミーズです。我らがトミーズの、やっぱ富田君のセンス、ちょっとちっちゃめなカシミヤみたいな感じかな。かなりちっちゃいです。なんかそのぎゅうぎゅうな感じいいね。そうぎゅうぎゅうな感じはとりあえずいいかなと。ちょっとね脱ぐとタチアナ先生みたいなロシアのバレエ教室の先生。わかりますよ。タチアナ先生と呼ばれたりします。なるほど、確かにかなりタイトなんで。でトップスはそうなんです。その上に最近めっちゃ気になってたピリングス。行きましたね。いいも悪いもこの変態感がめっちゃ好きで、このちょっと歪んだ感じね。感じとかっていうなんか違和感で、これあなたクーキーズじゃないですか。パンツございます。お気に入りじゃないですか。クーキーズでベルトもそう。ベルトもそうでございます。で靴がヴィンテージを解体したセブンバイセブンの。セブンのシグネチャーですね。でジャケットが。そうなんです。ジャケットはこれも古着なんですけど、これはね我らがこちらもブティックで。ブティック金子さんのところですね。ハンティングジャケットになるんですけど、なんかね結構サイズ感も大きくて、なんとなく全体のカラーバランスもちょっと面白いかな。おしゃれ上級者。最近買ったものまさにさっき言ったマイケル・ライダー、マイケル・ライダーがすごい好きで、ぶった切ったレジメンのタイプ、あれがやっぱり気になってたのと、セリーナのマークの細ベルトなんだ。そうなん、めっちゃ細いベルトが気になっていて、その2つがどうしてもだから本当にメゾンで買い物するって珍しない？もう多分十何年ぶりです。じゃあもうあれだね、この春はブランニュー金ちゃんですね。わあどうなるかだけど楽しみ。楽しいことやれたらいいなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。じゃあね、じゃあ展示会頑張ってください。はい、最後ですね、鳥ですね。坂田さんと斉藤さんなんですけども、坂田さんは山陽コートとかアダム・エルペのオムのファッションディレクターをしてます。で斉藤さんはファッション業界の中の重鎮というか、いろんなブランドのファッションディレクターやってたりとかしてますね。チューブっていうブランドをご自身ではやられてる。そう代表例というか、しかもなんかさ、彼ら2人とも別に申し合わせてないのにさ、色味やってない？ベージュっぽいというか、そう色合わせもなんかパーフェクトだなと思って、あれかな、師弟関係だから好きな色似てるとか関係ないかさすがにね偶然だと思いますけど。お名前職業を教えてください、それぞれ。じゃあ僕からいきます。坂田正彦です。アーカイブ&スタイリングです。デザインオフィスやってます。やってます。はい。斉藤久夫です。会社員です。嘘だ。嘘つき。大きい意味でね。大きい意味で。じゃあ早速なんです。着てるものから聞いていこうかな。まずは山陽コートのライダーコートですね。100年のやつ。でこっちは？これはジョンスメで、このリネンのシャツは90年代の J クルー。このストールは
なんかジャンク品です。ヴィンテージじゃない、ジャンク。なんかこの色合わせのレイヤードいいですね。おしゃれだよね。で、リッチな感じが。いじりますね。で、バッグは？バッグは LLB。あ、LLB にこんな細長いのあるの？かわいい。ね、かっこいい。あとパンツがコーデュロイですね。コーデュロイでラルフのアンドリューのスタイルです。で、靴が？靴はヘリューっていうスペインの。あ、ヘリュー。マフラー。アメリカの古着です。で、ジャケットは？ジャケットはアメリカのアウトドアものかな。なのかな。よく分かってないです。なるほど。で、ベスト。これはダウンベストです。ダウンベスト。みんなわかるよ。これも古着です。古着でパンツは？パンツは、昔のチューブです。で靴が？シューズはアメリカの作業靴です。作業靴です。でもなんか色合わせが全体的におしゃれです。ちょっとマッチングしてますね。偶然すごいマッチング。2人で会ったのも偶然だもんね。かっこいいおじさんになるにはどうしたらよいの？頑張りすぎない。おしゃれに時間かけたりとか、美容に時間かけたりしすぎない。程よく気遣いする。なるほど。それくらいがちょうどバランス感かなと思います。なるほど。はい、なんでしょう。皆さん。目立ちすぎない。お金をかけすぎない。お金をかけすぎない。なるほど。じゃあもう一個聞きたいんですけど、お二人がファッション好きになったきっかけを聞かせてください。兄貴が2人いる3人兄弟の末っ子で、ずっと小さい時からお下がりしか着てなかったんですよ。で初めて小学校4年生の時に、なんかラングラーの血のパン自分のお小遣いで買ったんですけど、その時の高揚感が忘れられなく、買い物、洋服へ自分で選ぶ楽しさみたいな。それがきっかけですかね。小4なんだ。おしゃれってなんだって人に言われて、男のおしゃれってなんだっていうのが一等最初で、男もおしゃれをするんだ。それっていつ頃？それね、俺結構遅いんですよ。高1なんです。ジーンズを下をひらひらにするのが流行ってんだよって言われて、全然違うジーンズを買って、それ全然違うよって言われたのがすごいショックでした。それから1年ぐらいしてからやっと女の子とおしゃれに目覚めて、それから狂ってました。狂ったように今時のように狂ってました。今も狂ってます最高です。ありがとうございます。はい、見ましたが、今月の MVS どうしましょう？むずくない？はい、難しいと思います。じゃあ明智君からいいねよ。僕は坪内さんで。かっこいいね。ノンシャランかっこいいね。かっこいいですね。しかも今の成田明智君全部包括してない。かっちり系もできるし、色気あるシャラッとした感じ。そうですね。雰囲気系もできるし。できます。僕なんか将来サイ着てそうなのがちょっと見えました。ちょっと見えました私も。サイ着て。なんかあなたはずっと坪内さんとゆの栗野さんを追いかけていくんだと思う。そうですね。でどうします？量で勝負します。お。2人いるから斉藤さんと坂田さん。タッグが強い。そう、タッグは強い。1人よりも2人で。まあ強いですけどね。はい、じゃあ3月はファッションウィークシーズンになるかな。そうだね。パリやって楽天ファッションウィークをやってだから。地下の多分パリかな。4月にまた楽天にしようかな。 OK です。楽しみにします。皆さんはどのおじさんがかっこよかったでしょうか。ぜひコメントに書き込んでおいてもらえたらなと思います。この動画がいいなと思ったらいいねボタンと、あとチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。